こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は一緒にショルダースタンドとヘッドスタンドを練習していきます。以前太陽礼拝 A と太陽礼拝 B の動画を配信してから少し時間が経ちましたが、皆さん太陽礼拝の方はマスターできましたでしょうか？年も明けたということで、今日からレゾリューションヨガ2020として新しいヨガシリーズの動画を定期的にアップしていきたいと思います。内容としてはアシュタンガヨガの最初のレベル、プライマリーシリーズの半分までハーフプライマリーを1年かけて一つ一つのポーズを見ながらやっていくものです。最初のレベルのシークエンスのしかも半分までを1年かけてやっていくのと思われるかもしれませんが、アシュタンガヨガのシークエンスはとてもうまくできていて、後から出てくる難しいポーズに挑戦できるように少しずつ体を鍛えて作っていくようになっていますので、ポーズをスキップしたり先に進もうと焦ってやってしまうと怪我の原因になります。なので特にヨガ初心者の方はゆっくりと時間をかけて一つ一つのポーズを深めていくことをお勧めしたいです。ヨガを長年やっている方でもシークエンスを流してしまっていたり、一つ一つのポーズがなかなか深められていないということもあると思いますので、何か参考になれば嬉しいです。アシュタンガヨガは太陽礼拝 A と B から始まり、いろいろなポーズをとっていき、最後にフィニッシングシークエンスというものがありますが、今日はそのフィニッシングシークエンスの中で登場するサルバンガサナショルダースタンドとシルサーサナヘッドスタンドを練習していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずはショルダースタンドサランバーサルバンガーサナから。ショルダースタンドはその名の通り、肩を使って全身を逆さに立てるポーズです。初めて行う場合は体をまっすぐにすることが難しいため、壁を使って練習しましょう。まず壁にお尻の側面をつけるようにして座り、足を上に壁にもたれかけます。お尻がしっかりと壁につくように壁の方に体を引き寄せます。膝を曲げ、足の裏で壁を押し、体を引き上げたら肩を肩甲骨の下に入れ込むようにします。手を腰に体を支えながら、なるべく体がまっすぐになるようにしましょう。顎は引いた状態で鎖骨の間に置きます。目線は鼻に、首はまっすぐリラックスさせ、曲げたりしないように。吸う吐くを10回繰り返したら、足で壁を押して体を支えながら、ゆっくりと腰を下ろしていきます。甲が鍛えられ、体がまっすぐにできるようになるまで足を壁から離さずに足と手両方で体を支えるようにして練習します。体がまっすぐにできるようになってきたら足を1本ずつ壁から離す練習をしてゆっくりと両方離していきます。10呼吸したらゆっくりと両足を頭の上から反対側に持っていきマットの上に着地させます。足はまっすぐに10呼吸ホールドハラーサナのポーズです。10呼吸したら手を腰にゆっくりと体を支えながら足で壁を見つけゆっくりと腰を下ろしていきます。ショルダースタンドはヨガを長年やっている方でも体をまっすぐにできていない場合がありますので、スマホなどで動画を撮りながら練習をして確認してまっすぐになっていない場合は壁を使って練習することをお勧めします。壁を使って足を離す練習に慣れてきたら壁から離れて練習しましょう。マットの上に仰向けになったら足を頭の上にゆっくりと反対側のマットに着地させ、まずハラーサナに入ります。肩を入れて手を腰に、足をゆっくりと上に戻し、全身をまっすぐにしてサランバサルバンガーサナに入ります。目線は鼻に。10呼吸ホールドしたらゆっくりと足を頭の上にマットの反対側に着地させ、再びハラーサナへ。足をまっすぐにつま先も伸ばし10呼吸ホールドします。10呼吸したらゆっくりと腰をマットに下ろしていきます。サランバサルバンガーサナを行うときに首に痛みを感じたり不安がある場合はブランケットを使い高さを出し首が直接床につかないようにします。この時に肩の位置がブランケットの際に合っていることを確認して肩が前すぎたり肩が後ろすぎたりしないようにしましょう。
また、うまく肩が入らずに肘と肘が離れてしまう場合は、ヨガベルトを使って肘同士が離れないように固定するのもいいでしょう。次にヘッドスタンド、シルサーサナを練習していきましょう。ヘッドスタンドもその名の通り、頭を使って全身を逆さに立たせるポーズです。ショルダースタンドと同じく壁を使ってまず練習していきます。壁の近くに壁に向かって立ったら両手で肘を抱えます。この時の肘と肘の間の距離を保ちながら行っていきます。両手の指を交差させ、指が壁につく位置に置きます。頭のてっぺん、少しくぼんでいる部分を手首と手首の間あたりに置きます。足のつま先を立て、膝を伸ばし、足をまっすぐにします。だんだんと足を壁に向かって歩かせ、腰が壁についたら、足を壁に向かって蹴り上げます。最初うまく蹴り上げられない場合は、誰かにアシストしてもらうといいでしょう。足の裏が壁を見つけたら、お尻は壁につけたまま、足をゆっくりと上に伸ばし、壁にもたれかけます。初めてヘッドスタンドを行う場合は、逆さになることに慣れていないので、頭に血が上る感覚でパニックを感じる可能性があります。それを覚えておいて、目線を一点に合わせ、なるべくリラックスするように自分に言い聞かせましょう。膝を曲げ、足の裏で壁を見つけたら、壁からゆっくりと下ろしていきます。頭を手の上に置き、その姿勢で10呼吸お休みします。ヘッドスタンドは最初は3秒くらいから練習を重ねてだんだんと10呼吸ホールドできるようにしていきましょう。逆さになるのに慣れて10呼吸ホールドできるようになったら徐々に壁を使わずにできるように練習します。お尻を壁からまず浮かし、足を1本ずつ壁から離していきます。この時に脇の下をしっかり開くイメージで二の腕の筋肉をフルに使い体を支え、コアを使って全身をまっすぐに。壁から離れて10呼吸ホールドできるようになったら、壁なしで練習していきます。壁で行ったのと同じように手を組み、頭を置き、足を上に。まずは足を蹴り上げ、膝を曲げた状態でバランスできるように練習しましょう。慣れてきたら足をまっすぐにしたまま、背筋やコア、腕の筋肉を使って足を持ち上げるようにします。目線は最初のうちはどこか動いていないもの一点に集中させ、バランスを取りますが、慣れてきたら鼻に目線を置くようにしましょう。最初は10呼吸からだんだんと15呼吸ホールドできるように練習します。ヘッドスタンドもショルダースタンドと同様に体が曲がっても気づきにくいポーズです。誰かに見てもらうか、スマホで動画を撮りながら確認し、体が曲がっているようであればまっすぐにするように練習しましょう。二の腕や肩の筋肉が発達していないうちは、肘と肘が離れていってしまい力が入らないということがあるので、その場合はベルトを使い、肘と肘の間の距離を固定しましょう。いかがだったでしょうか。今日はアシュタンガヨガのフィニッシングシークエンスに登場するサルバンガサナ、ショルダースタンドとシルサーサナ、ヘッドスタンドを練習しました。ショルダースタンドとヘッドスタンドをお家で練習するときは、最初に太陽礼拝 A と B を行って、しっかりと体をウォームアップすることを忘れないでください。今日の動画で分かりにくかった部分や、実際に練習してみて何かご質問があれば下のコメント欄でお願いします。それでは、See you next time!